おはようございます。今回は木目調色のやり方と2種類の塗り方について解説していきます。この2つの傷は違う色の入れ方をしているので、ぜひ参考にしてみてください。この間の木目調色のフローリングはこんな感じの色です。今回のフローリングはそれに比べると少し灰色っぽい感じがします。灰色っぽい色は結構微妙な難しさがあるので、ぜひ参考にしてトライしてみてください。では行ってみましょう。金丸保守株式会社。まずは木目調色です。この筆で刺している濃い木目色をまず作っていきます。赤、青、黄、白、黒の5原色で色を作っていきます。まずはいつも通り赤と黄色でオレンジ色を作っていきます。いいオレンジ色ですね。次に青を入れて色を渋くしていきます。だいぶ渋くなりましたね。試し塗りしていきます。乾燥させてこんな色。濃すぎて分かりにくいので白を混ぜていきます。試し塗りします。まだまだ濃いので白を入れていきます。まだ濃いなと思ったので白を足していきます。ピンボケごめんなさい。白身と赤身が欲しいので入れていきます。もう少し赤身と黄色みが欲しいので入れていきます。いい色ができました。次に薄い木目色を作っていきます。筆先の薄い木目色を作っていきます。今作った濃い木目色を少し分けてここから始めます。このままでは濃いので白を混ぜていきます。ちょっと濃くてもうちょっと渋さが欲しいので青と白を足していきます。もう少し白みが欲しいです。まだまだ白さが足りません。かなりいい感じになってきました。もう少し白を足します。もうあとほんのちょっと白が欲しい。いい感じの色ができました。これで完成です。この色を使って2種類の塗り方を解説していきます。左側を濃い木目色で塗りつぶして、右側を薄い木目色で塗りつぶします。この2種類の塗り方は得意不得意や状況に合わせた塗り方をチョイスするとうまく使えます。まず両方塗りつぶしていきます。綺麗に塗りつぶせています。次は薄い木目色です。薄い木目色も綺麗に塗れました。次は左側のこの部分を木目を残して薄い木目色で消していきます。この時一発で消そうとせず、徐々に追い込んでいく感じで塗っていくといいと思います。木目の部分がちょっと濃いので薄い木目色でちょんちょんして薄く見えるようにします。次に濃い木目を入れていきます。ここもちょっと消しすぎてしまったのでほんのちょっと足します。次に木目をリアルに見せるためにハイライトの色を作ります。薄い木目色に白を混ぜて作ります。濃い木目の横に細く入れると
木目が際立って見えます。木目も一直線ではないので、ピーッと引いて入れるんじゃなくて、ちょんちょんちょんと入れる方が木目らしくなります。ハイライトはほのかな感じでいいんですが、たまに入れすぎてしまう時があります。こうなったらせっかく描いた木目も台無しです。こうなったら最初に作った薄い木目色でハイライトの調整をしていきます。消しすぎず消さなさすぎず、離れた目で見て確認しながら調整していってください。最後にツヤスプレーを吹いて完成です。いい感じになりましたね。塗り方参考になりましたでしょうか。ためになったなぁと思えばチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。